ですね。プリミティアプレイヤーエールです。今回はディスクランチャーを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、さらに改良して、たくさんの円盤を発射できるようにしたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは、連射の仕組みの改良からですね。ロケットエンジンの噴射で点火する形式は、松ぼっくりが燃え尽きるまでの速さで、連射力が変わるので、消滅するギリギリまで焦がしていくことで、もっと連射力を上げていきましょう。かなり速くなりました。でもこうやって火薬の後ろにつけた草のかけらに炎を当てることでも、点火した瞬間、かけらが飛んでいくので、さらに早く連射できそうです。ではここからは、円盤状の弾の方を作ります。以前より部品点数を少なくするために、4本の鉄の刃と正方形の草を組み合わせて、こんな感じの円盤を作りました。こちらをこうやって投げれば、武器になりそうです。早速こちらに火薬を取り付けたら、点火してみると、高速で飛んで、木の葉っぱを破壊しました。こちらはこんな感じで、ロケットエンジンにセットして、噴射させてみると、発射できました。さらにもう一つ、斜めに並べて点火してみると、ちゃんと2つとも、問題なく発射できました。さらに増やして、4つにするとどうでしょうか。ダメですね。房が壊れて、誘爆してしまっています。こうならないように、草の代わりに、木の板を使いましょう。これだと重くはなりますが、草より丈夫なので、壊れたり引火したりしないはずです。点火の方式も、横から松ぼっくりで点火するようにして、スペースを確保することで、2つの弾を横に並べられるようにしました。4つの弾をつけた状態で、噴射させると、よし、これなら暴発することなく、しっかり確実に撃てますね。ここから、ギリギリ点火する範囲に、弾を追加しましょう。左右13発ずつで、合計26発の総弾数になりました。この状態で、発射してみると、反動はありますが、ちゃんと発射できています。頭で目の前のガラスを押して、通電させる方式にしているので、反動で中断して、小刻みに発射しています。飛んでいる弾が見えるのが、なかなかいい感じですね。これでディスクランチャーは完成です。以前は5発だった弾が、26発になったので、なかなかの進化です。カメラに向かって撃ってみると、たくさんの円盤が飛びまくってますね。地面に当たって跳ねる様子も見えるので、なかなか賑やかで楽しいです。では視点を変えて、もう一度木を狙ってみましょう。かなりの距離を円盤がまっすぐ飛行して、バシバシ木に当たってくれています。ダメージはいまいちですが、複数の木に当たることもあるので、撃つのが楽しい武器です。小さな木を狙ってみると、しっかり狙いながら、少しずつ発射できるので、いい感じに円盤が当たって、すべての木を破壊できました。大きな草の塊を狙うと、断続的な連射のおかげで、なかなかのダメージを与え続けることができています。そして、草を組み合わせた的は、弾が大きくて当たりやすいので、すべての的がダウンするまで、
順調に壊し続けてくれました。続いて、ドローン工場の壁です。一発の威力は高くないですが、26発というなかなかの総弾数のおかげで、しっかり耐久力を削って破壊することができました。そして風力発電機の方は、やはり威力不足のためか、なかなか破壊することができません。ちゃんと当たっても、だいたい0ダメージか100ダメージくらいです。どうやっても耐久力を削り切ることができないので、接近して体当たりしようとすると、なんとレーザーが当たって燃料が爆発した勢いで本体が飛んでぶつかることで大ダメージを与えて破壊することができました。それでは次はこちらの雑魚キャラの大群を狙ってディスクランチャーで攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。いきますよー。くらえ弾が大きいおかげでいい感じに命中して雑魚キャラを吹き飛ばすことができています。砕けて地面に落ちた雑魚キャラにも当たって粉々に砕いてくれました。後ろの方から見てみるとたくさんの円盤が雑魚キャラを切り裂いているのがわかります。弾がしっかり見えるのでなかなか痛そうですね。ちなみに私の視点だとこんな感じです。弾の間にある照準器を覗きながらガラスを頭で押すことでビュンビュン弾を飛ばすことができます。エフェクトの変更のおかげで煙で敵が見えなくなることもなく円盤が当たっているのが見えるのが嬉しいところです。それでは最後はイエロースライムに効くようにガラスのかけらをそれぞれの円盤に追加したらこちらの巨大スライムを狙ってディスクランチャーで攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。少し離れたところから発射してみると弾は当たっていますがダメージはゼロですね。弾が重いせいで距離が離れるほど弾速が遅くなってダメージが低くなってしまうみたいです。それでもなんとか倒せるように近づきながら何度も撃っていますが全く倒せる気配がありません。やはりダメージの低さがこの武器の弱点ですね。しょうがないので武器を持って体当たりしてみるとやったー !15,053 ダメージ巨大スライムを倒しました。体当たりすることでうまく弾かれたのかなんとか仕留めることができました。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたディスクランチャーさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー